Hey guys! モンスターション TV! 始めましたモンスターション TV! 元気があれば何でもできる。元気があればウルージュになれる。そんなあなたはいいんださ。一言でやっていきましょう。今回はですけども、前回のジャンプからさらに気づくことがありましたので、お話をしていきたいなと思います。前回ではね、いろいろと動画を出していきまして、5個の6個、まあ初見のやつは抜いたとして5個プラスもう1個、さっき撮ったんだけども、トータル6のこれ7個目に。で、これ全部なんか一つにまとめろっていう人がいるんだけども、それ全部まとめたら何時間ものだよっていう風になってくるわけで、まあ短編映画かよっていう感じになるのと、あとはごちゃるから俺全部分けてるんですよ。要するに項目ごとに分けていくっていうね、そういったスタイルでやってるんで、今回もちょっと分けているんだけども、今回は前回僕が話をした流れで、パンゲア大陸っていうね。もともとそれが我々の世界にありましたよと。で、それ何って言ったら、もともと今我々の住んでいる日本。これというのは、もうお隣さんの国とガッチャンコしてました。一つでしたと。で、さらにはそのお隣さんも、もういろんな国ともガッチャンコしていると。要するにもともと地球っていうのは一つの大陸があってで、それがパンゲア大陸っていう風に呼ばれてましたよっていうのが、まあこの我々の住む世界であったお話で、ワンピースも同様のことがこれあるのではないのかっていうね。パンゲア城っていうものがすでにあるわけなんだけども、元はだからそういう風に一つの大陸だったのが、宇宙から来たね、パリピ兄さん、イム様が、それを全部もう、ボーンって散らばせてしまったっていうね、そんな流れがあるのではないのかっていう風に考えているんですよ。で、そこからの、まあ、パンゲア城っていう風に繋がってくるわけでございますよね。そのパンゲア大陸から来て、要するに、このワンピースっていうストーリーは、まあ、もろもろ話してんだけども、最終的には一つの世界にしていくみたいなね、そんな流れになるのかなっていう、要は一つの大陸にしていくっていうのが最後に来るのかなと。で、みんなでなんかこう、ウェイってやるのかなみたいな。ウェイって何っていう。全部、別の動画で話してるんで、見てください。もうとにかく見てください。昨日、2日前のやつ、だから、今回のジャンプのやつを、神作、1、2、3、4、5部作で出してるんで、全部見てください。で、それ前提として、今言ったみたいに、最終的にはそういう風に一つの大陸に戻していくのではないのか。要するに、イム様が散らばせたものが一つに戻っていくっていうのが僕の考えなんですけども、それには必要なことがざっくりと2つ。1つは、赤い大陸でございますよね。あれを破壊しない限りは、やっぱあれが分断をしてしまっているね、一番もうあからさまなものなので、まああれをどうにかしていかないとなっていう。で、あれをまず破壊していくのではないのかと。そうすることによって、わけのわからん隔てっていうのはなくなってくるわけでございますよね。一番わかりやすいのはベルリンの壁もそうだけどね、あの壁がなくなったことによって、まあ一つにまた戻っていったっていうのがあるわけでございますから、それのもっと世界バージョンっていう感じで、まあ、現に4つの海に分かれちゃってるわけでございますから、あれがあるからあれを破壊しないといけないよねっていうのが一つと、あとはどういう風にバラバラになった島を戻していくのっていうね。例えばその能力でそういう風にやっているのであれば、能力が解除されれば戻っていくっていうね、そういったのは十分にあり得るのかなっていう風に思うわけでございますけどもね、能力者っていうのは気絶するとその能力が解除されるっていうのがあるわけで、それこそ死亡すればなくなっていくと、その能力の効力っていうのがね、例えばでございますけども、コラさんもそうだよね。ローさんに対して、能力をかけていて、なぎなぎ音で、泣いていましたよとか、どんどんやってましたよっていうのが音が消された。で、彼自身が死ぬまでそれは消えなかったっていうのがあったりとか、シュガーにしてもそうだし、そういったところを考えていくと、まあ、自然とね、能力者の死とか気絶イコール解除ってなってくるわけでございますから、それによってバラバラにしたものが戻っていくのではないのかっていうね。で、結局あれ、それぞれの島から時期が出ているわけだから、まあそういった時期関連の能力をもとに、そういう風にね、イム様が全てをバラバラにしていった。だから時期が発せられているっていう風に考えていくと、まあそれもまた繋がってくるよねっていうのが一つ。じゃあイム様はそういった能力者なのかって言ったら、それだけじゃなくていろんな悪魔の実の能力が使えるっていうような考えを僕は持っているんだけども、まあそれはさておいて。で、要するに今言ったみたいに赤い大陸がなくなって、で、今言ったみたいに、まあその能力の解除っていうのがあれば、まあ戻っていくんじゃねえかっていうのが一つの考えになるんだけども、まあそうすると一つの大陸っていうのが出来上がるわけじゃないですか。で、それが巨大な王国っていうふうに僕は考えていて、もしかしたらそれがパンゲア王国っていうね、
そういった名前なのかなと。だからクローバー博士が言おうとした名前はそれなのではないのかっていう風に考えるわけでございます。現在の麦わらの一味っていうのがまさに多人種ということで、いろんな人が集まってる。ロジャー海賊団もいろんな人種が集まっていると、多人種っていうところがキーワードになってくる。だからこそのパンゲア王国っていうのは多人種の住む国だったのではないのかっていうね、そういう風に考えていくわけでございますけども、イコールだからそれがワンピースになっていくっていう風に僕は思うんですね。で、そういう風に一つの大陸がそれで出来上がるは分かったんだけども、一つの表現としては、海もね、今分けられているわけでございますから、その海が一つになるっていうところでは、それもあるんじゃないのみたいなね、他の呼び方があるんじゃないのっていう。で、ちょうどコメントでツイッターかな、いただいたのが、海賊王イコールその、海を一つにしていくっていう意味なんじゃないですかねっていうね。で、それに関しては、海賊王イコールやっぱ海の制覇というか、すべての島を巡る世界一周っていうところでの海賊王っていう風になってくるわけで、それにはそのラフテルに行くっていうね、大前提があって、それがみんなできなくて困ってるよっていう話があるので、あくまで海賊王は目標の一つ、世界一周達成しました。ラフテル込みっていうので、海賊王となるわけで、その世界を一つにしていくどうちゃらっていうのは、さらにその奥に込められた、もう重大なミッションだよね。イム様がやらかしたことに対する戻すっていう作業になるわけなんだけども、それを達成した時にもう一個達成されるものがある。それというのが、伝説のエロガッパことサンジ君でございますね。サンジ君の夢でございます。桃源郷。女の子いっぱいの桃源郷。ね、きっとそんなものを彼は夢見てるのかなっていうふうに思いますけども、もう一つの夢でございますね。オールブルー。ということでね、このオールブルーっていうのが同時に誕生するのではないのかっていうふうに考えるんですよね。で、小田先生がおっしゃられている、ワンピースっていうものというか、ちゃんとご褒美はね、ありますよっていう風に言っていることが僕はやっぱすごい大事だなと思っていて、みんなやっぱご褒美ちゃんとあるんだって考えていくとどんなものなのかなっていうのが出てくるんだから、ラフテル自体をご褒美と考えていくのであれば、最後の島は黄金の島って考えていくこともできるよね。やはり最後の一つの島っていうのはあると思うので、それがもしもそういった黄金都市とか黄金の島であれば、それ自体がご褒美になるわけで、それを売り飛ばしてしまえばとんでもない金になるよね。島単位のお金。都市が全部もう黄金今俺変なこと言った？島単位のお金って言った島単位の黄金を換金していくとすごいよねっていうことと自分で今ハテナが出たわ。そうで都市だったとしても相当な話じゃないですか。でそれを売り飛ばしていけば財宝、金銀財宝っていうところではあからさまなお宝っていう風になるんで、小田先生の言ってるところも回収されるのかなと。ただ別の動画でも言ってるけども、僕は多分そのラフテルっていうのを売り飛ばして世界を買うのかなっていう風に僕は考えていて、ガイモンさんの言っていた。でそこで多分飯を買う、飯買ってみんなで大宴っていう、そういう風になるのかなっていう風に思うんだけども、多分それ自体でもうご褒美となってしまうっていうパターンもあると思うんですよ。みんなでもう宴やってる時点でそれはもうご褒美だよね。黄金を黄金を売っちゃってるからあれだけどさ、でも全部が全部で売らずに残す可能性もあるだろうし、あとはそれだけじゃなくてそれぞれに対してのご褒美っていうのがね、あるのかなっていう風に僕は考えるところもあって、じゃあそれがサンジ君の場合はオールブルーっていうね。だからワンピースっていうものは全部もう判明して、世界も、ね、そういう風に一つになってこれで完結だってなった時に、同時に誕生するものでオールブルーっていうのがね、一つ夢が叶っていくっていうので、それがご褒美になるのかなっていう風に思うわけでございます。やはりそのオールブルーの意味を考えていくと、全ての魚がいる海って考えていくと、やっぱ自然と物理的にズドンだと思うんだよね。海が一つになってるというかさ、そういうものだと思うんですよ。だから可能性としてはそういう風に最後みんなそれぞれにご褒美が来る中でのオールブルーが来るのかなっていう風に僕は考えます。でもっと言うと、なんでこのオールブルーってものをサンジ君が夢見てるのかっていうね、ことの発端なんなのってなった時に、もともとサンジ君っていうのはノースブルーの出身なんだよね。でノースブルーの出身で、彼が当時そのジェルマにいた時に本を読んでたんだね。で本を読んでたうちのその2つはもう分かっているんだけども、1つは悪魔の実図鑑っていうのを彼は見ていた。そこで完全エロガッパに目覚めていくわけでございますけども、スケスケのね流れで。でさらにもう1
子がノーランドの話を見ていたんだね。嘘つきノーランド。この本を読んでいた。で、これは定かではなくて、僕ちょっとね、アニメをもう一回確認したいなっていうのはあるんだけども、本を見る限りでは、嘘つきノーランドを読みながら、その、オールブルーっていう風に言ってるんだよね。オールブルーみたいな。で、その手元にある本は、嘘つきノーランド。だから、オールブルーっていうのはもともと嘘つきノーランドの中に描かれているお話っていう風に考えていくと、それはそれでなんか面白いなっていう風に思うんだよね。で、そもそもこの嘘つきノーランドっていうのが発行されているのがノース限定なんですよ。ノース限定で発行されている理由とかっていうのもまあ結構考えていって、例えばでございますけども、世界経済新聞。あれというのは、そこで物語もね、あったりするわけでございますけども、ジェルマの流れとかね。でもそれっていうのはもう洗脳なわけよ。政府の洗脳として、そういった物語が描かれている。イコールこの嘘つきノーランドっていうのも真逆のことが描かれているというふうに考えていけば、現にノーランドの話は本当だったわけなんで、真逆のことが描かれていると考えていけば、自然とね、全部そこにあるのは真実であると。で、それがノースで発行されているっていうのはすごい重要だと僕は思っていて、ノースブルーっていうのはワノ国からすぐ真横なんですよ。最新のジャンプ2つ前ぐらいとかでね、判明してるんだけども、もうほんと近い。もちろんカンベルトを挟んでるわけだから、そんな、なんか、よいしょーってなんかこうね、軽々といけないような感じなんだけども、ただ近い。イコールワノ国から情報が入ってきたりとか、ワノ国から来る人たちっていうのは、他の海に比べては多くなってくるわけでございまして、そんな時にね、いろんななんか情報が入ってくると困るよね。だからこそ先に先手を打とうということで、そういったような洗脳をしていると考えれば、それは一つなのかなっていうふうに考えるわけでございます。オールブルー。そもそも本来は、この世界というのは一つの大陸だったよっていうのが変に回ってきた時に、本当にそんなことあるのってなってもらっても困るから先に、なわけねえだろバカっていうふうに思わせる必要がある。だからこそこういったような情報もそこに盛り込んでいるのかなっていうふうに考えるんだよね。嘘つきノーランド。もう全部そこに載っている情報は嘘ですよ。だからこそそんなものもないですよ。ジョークですよっていうね。だから、サンジ君がね、もともと乗っていた船で、なんかコックさんに話をした時に、んなもんあるわけねえだろっていう風にね、言われていた。それというのが、まあそういった話が元なのではないのかっていうね。洗脳って怖いよね。自分が得てる情報、普段見ている情報が、実は知らず知らずのうちに、そういったね、変更報道されているものだったとかね、もう洗脳のね、材料でしたよっていう風になっていると考えると、それは恐ろしいよね。だから普段我々の人生の中でもどこで情報を得るのかっていうのはすごく大事な話だと思っていて、で、全てのことに対して疑いをかける。全てのことに対して疑いをかけることによって釣りが返ってくるっていうね。それぐらいの感覚でいた方が僕はいいと思います。まあ、このワンピースの世界っていうのがまさにそういったものだよね。結局は絶対悪だよね。もう今いる世界政府が出してる情報っていうのは全部真逆なわけでございますから、それを考えていくと、まあ自然とね、嘘つきノーランドの信憑性、さらにはこのオールブルーの信憑性っていうのがここで出てくるわけでございます。もともとは一つの大陸、そして一つの海だったオールブルーだったって考えていけば、ワーオって話だよね。だからこそ見えてくる。いつオールブルーがやってくるのか。どこかにそんな海があるのかって言ったらそうではない。今まさにいる場所が本来オールブルーなんですよ。やばくない？だから最終的なところでは小田先生の用意されているご褒美っていうのが何かはわからないよ。わからないけども、それぞれに対してのご褒美っていうのを用意しているのであれば、最後の場面でそういう風にオールブルーが来るのかななんて考えます。あとちなみに全然関係ないですけども、この嘘つきノーランドの話で王様と一緒にね、船に乗って黄金の場所に行ったわけじゃないですか。その時の船、描かれている船、これぜひとも単行本とかでね、多分ね、25巻ですね。25巻を見ていただければわかると思いますけども、そこに描かれている船が、ロジャーさんの船とまんま同じ。マジでびっくりするよ。先頭にさ、なんか、キャノン砲じゃないけど、なんか、ついてるじゃないですか。なんか棒なのか知らんけどさ、ロジャーさんの船ってね。で、その下に、なんかマーメイドがなんか持ってるみたいな感じになってるじゃないですか。まんま同じ。後ろのなんかデザインだったりとか、マストの本数とか、それは船の大きさによってね、マストの本数とかって決まってくると思うんだけども、そういったものから何から全部同じだった。どうするマジでどうするっていう問題だった。で、俺がこれに対して思ったこと、わからんな。知らん。もう本当に知らん。だから、みんな考えて。本当
で、これはわかんない。まあ、そんなような、お話でございます。ちなみにね、ノーランドってのはカルガラとあって、そこでポーニグリフも見てるわけでございますけども、世界について色々とノーランドは知っているのかもしれない。だからこそこのオールブルーの話も盛り込んだりとかしているのかななんて思います。嘘つきノーランド、実はとんでもなく重要な話なのではないのか、ノース限定で発行されている理由などなど、これを考えていくと、自然と政府の闇、そしてオールブルーがいつ誕生するのかっていうところにたどり着くのかもしれない。ということで今回この辺で締めていきましょう。最後になりますけど、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシということでパーでした。また次回お会いしましょう。See you next time!